黒ずきんの目次へようこそ。しれっと4ヶ月ぶりの投稿になります。前回ゴブリンライダーを採用した半熟ゴーストリックについて検討するとお話ししていましたが、このゴブリンライダーというテーマ、場にエクシーズがいること前提の癖のあるテーマでした。加えて3軸の場合は2軸と異なり、ギガンティックスプライトの出力がやや難しく、メインゴーストリックをどう展開するかという課題もあります。打ち消しのパズロミの経由でギガンティックを出せたスネークアイのようなケースの方が稀。となると、やはり一枚書道から理想盤面を形成できる暗黒の将来神やスネークアイエクセルに軍配が上がるわけです。ゴブリンライダーに関して言えば、ゴブリンライダー特攻ダグ、他には昨年末に登場したサクリファイスランクアップあたりが直近のゴーストリック新規と言えるでしょうか。これら2枚は場にエクシーズさえいれば召喚権を使わずにアルカードやギガンティックを立てることができ、スロットを圧迫しない出張パートとして非常に優秀です。今回は採用できなかったため、近いうちにショートなので簡単に解説できればと思います。ということで、今回はユベルゴーストリックの動画になります。目次です。3章立てにてお送りします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章ユベルゴーストリック。10月のブースターで登場したナイトメアスローンは暗黒の将来神をサーチできるフィールド魔法で、その他にもユベルカテゴリーのカードたちを軒並みサーチできる強力な初動です。ユベルカテゴリーはそのほとんどが攻守ゼロの悪魔族のため、将来神の召喚権追加効果や知性の開門の蘇生効果を共有できます。ゴーストリック最強一枚書道の暗黒の将来神、知性の開門について詳しく知りたい方は、前々回にアップした展開型ゴーストリックの動画を参照ください。加えて今月末に登場したファントム・オブ・ユベルは、召喚条件ゆるゆるの融合モンスターで、手軽にモンスター効果無効、誘発ケアができるものだから、その強さは折り紙付きです。暗黒の将来神とこれまでセットだった二軸のスプライト型は OCG においてはスプライトエルフの禁止により継戦能力が著しく低下しかなり下火になりましたが、ユベルゴーストリックは違います。それどころか竜王プラス妖精プラスパニックを構えられる暗黒の将来神より強力な初動が存在し、このカードからの展開であれば追加で4妨害、将来神と重ね引きすればさらに2妨害、計8妨害という恐ろしい盤面になるのです。誘発貫通力そこそこで、ノイズも見た目以上に少ないため、もう何度目の更新かはわかりませんが、歴代最強のゴーストリックではないでしょうか。バスターデュエルでもスピードロイドベイゴマックスが緩和されており、ギガンティックやスプリンド登場以降のゴーストリックは追い風続きです。ユベルカテゴリーのキーカードは5枚。1、ナイトメアスローン。先ほどの紹介の通り、暗黒の将来神やゴーストリック1枚書道のニューフェイス、サクリファイスデモンロータスにアクセスできるカードです。これらに触れている場合でも、このカード1枚から召喚権を使わずに、モンスター効果無効、誘発ケアのできるファントム・オブ・ユベルを出せるため、単積みしない理由がありません。2、サクリファイスデモンロータス。暗黒の将来神をしのぐゴーストリックの新たな最強1枚書道です。展開については辞書で触れますが、これ1枚で6妨害が立ちます。3、ヘルグレイブスクワーマー。単体書道ではないですが、展開の補助をしてくれる優秀なカードです。悪魔族が場にいるときに手札から SS、また自身を墓地から除外することで、墓地の悪魔族、攻守ゼロを蘇生できるため、リンク2つ分の役割を担ってくれます。レベル1のため、混沌の召喚神と合わせてデュラハンになったり、将来神やデモンロータスへの誘発を貫通したりと、小回りを利かせて動いてくれます。4、ファントム・オブ・ユベル。
ざっくり言うと、相手モンスターの効果が発動したとき、手札デッキ墓地にいるユベルモンスターを破壊する効果に置き換えます。この効果で次に解説するスピリット・オブ・ユベルを至るところから破壊し、さらなるアドバンテージを稼いでいきます。同盟を除く手札、フィールド、墓地のユベルモンスター及び悪魔族、攻守ゼロをデッキに戻すことでお手軽に出せるため、G を打たれたり展開を止められた場合でも一妨害構えられます。ユベルモンスターの特徴である戦闘破壊耐性もついているため、生き物としての評価は高いです。素材をデッキに戻す都合、カードの使い回しが効くことから、ユベルデッキ全体の継戦能力の向上にも寄与しています。5、スピリット・オブ・ユベル。展開の中核を担うカードです。役割は3つ。1つ目はサクリファイス・デモン・ロータスからリクルートし、エルグレイブ・スクワーマーをサーチできるナイトメア・ペインへのアクセス。2つ目は自身の破壊時にユベルを手札、デッキ、墓地の至るところから SS。ユベルモンスターは基本的に至るところから破壊されたり出てきたりします。この効果にはなぜか名称位置がないため、ユベルカテゴリーや今回採用した出張パーツの破壊を用いて、このカードを何度も破壊し、ユベルを複数回場に出力することでリンク値を増やしていきます。3つ目の役割は使用後墓地にいるカードを素材にファントム・オブ・ユベルを召喚するというもの。本当にどこを取っても無駄がありません。あれこれ解説してもピンとこないと思うので早速展開に移っていきましょう。第2章展開の紹介。全部で5つの展開を紹介します。結構複雑な展開が多いから頑張ってついてきてね。1つ目は暗黒の将来神1枚から。ここについては従来通りの動きで、ブリンドからアンコをかける2を落とし、竜王とギガンティックを立てるための素材を展開していきます。最終盤面は竜王プラス妖精プラスパニックの2妨害。2つ目は将来神プラスヘルグレイブスクワーマーの展開。混沌の召喚神と自身の効果で生成したスクワーマーとでデュラハンをあらかじめ立てておくのがこの展開のミソです。またデュラハンの効果で素材となったスクワーマーを落としておきます。2体目の打天使を立てずに2体の悪魔族モンスターで赤い神王山をリンク召喚。悪魔族であるデュラハンは山の素材になれたり、山の墓地効果で蘇生することができたりとシナジーがあります。山の着地時効果で破壊神シャバラをサーチ。先ほどは触れませんでしたが、この破壊展開を絡めることで、最終盤面で3妨害も増やすことができます。スクワーマーの墓地効果で墓地の悪魔族攻守ゼロを蘇生し、ブリンドをリンク召喚。先にシャバラを出すこともできますが、シャバラが場にいると悪魔族しか SS できなくなるため、ここではスプリンドから出します。いつもの効果。開門で将来神を蘇生し、それを破壊することで、今度こそシャバラを SS。カードが破壊されたことで墓地の山の効果が起動し、デュラハンが帰ってきます。シャバラを出す時点で山が墓地にいることがミソなのです。シャバラとビーバーで破壊神ラギアをリンク召喚。シャバラの墓地効果で破壊総局をセット。ギガンティックの効果で制約がつく前に、ここでようやく竜王のお出ましです。ラギアと2体目のビーバーでギガンティックを出して妖精をリクルート。相手ターンにラギアを蘇生して盤面完成です。最終盤面は竜王プラス妖精プラスパニックに加えてブリンドとラギア。ラギアの効果で自身と相手モンスターを素材にリトルナイトを出せば計3妨害になるためトータルで6妨害になります。
一気に盤面が強固になりましたね。3つ目は最強一枚書道サクリファイスデモンロータスによる展開です。ここから動きがだいぶ複雑になってきます。僕も展開を考えるのに1日費やしました。デモンロータスを召喚し、自身をリリースして、スピリット・オブ・ユベルをリクルート。この着地時効果でナイトメア・ペインをサーチし、スピリットを破壊することでスクアーマーをサーチします。スピリットの破壊時効果でリクルートしたユベル、自身の効果で SS できるスクアーマーで悪魔族モンスターを2体並べたら、山をリンク召喚してシャバラをサーチ。墓地のユベルとデモンロータスをデッキに戻すことで登場。ファントム・オブ・ユベル。この時点でニビルを踏んでしまいはしますが、ここでファントム・オブ・ユベルを出しておけば以降の誘発ケアになります。スワーマーの墓地効果でスピリットを蘇生し、スプリンドをリンク召喚。ビーバー展開は休憩タイム。竜王まで出たらひとまずファントムは用済みなので、サバラの餌になってもらいます。場のカードが割れたことで山を除外してスピリットを蘇生。加えて山のその後の効果でさらに自分の場のカードを破壊できるため、スピリットを割り、その効果でユベルを再度リクルートします。この動きを経由することでいなくなってしまった2体目のファントム・オブ・ユベルを最終盤面に並べることができます。ここからは先ほどの展開と似た動きになります。ユベルとシャバラでラギアをリンク召喚し、シャバラの墓地効果で破壊総局をセット。スプリンドとラギアでギガンティック、そこから妖精につないでいきます。最終盤面は竜王プラス妖精プラスパニックに加えて、ファントムとラギア。スプリンドの代わりにファントムが残りました。最終盤面にユベルモンスターが残っていると、ナイトメアペインの効果で相手はユベルモンスターに必ず攻撃する必要があり、この戦闘で発生するダメージは相手が受けます。加えてユベルモンスターは戦闘破壊耐性があるため、妖精やスプリンドなどを守りつつ、一方的にライフを減らせるという特典付きなのです。なので黒ずきんは守備表示で出していますが、攻撃表示で出しておきましょう。先ほどと同じ6妨害ですが、盤面妨害の質ともにこちらの方が高く、つまり1枚からこの盤面を構えられるサクリファイスデモンロータスが最強です。4つ目、ほとんどのモンスターにタッチできるナイトメアスローンからの展開も紹介しておきます。基本的にはデモンロータス書道とほぼ同じ動きのため、細かい解説は省きますが、要所要所触れていこうと思います。ユベルモンスターが効果で場から離れた場合、それよりレベルが一つ高いか低いユベルモンスターをリクルートするというナイトメアスローンのもう一つの効果が発動します。これによりユベル第2形態が盤面に追加されます。ニビルが怖いのでサーチしたスクアーマーはまだ手札に温めておきましょう。ファントムの融合召喚には墓地のユベルとユベル第2形態を使用します。これにより場にいる時になぜか妨害効果までついているデモンロータスを墓地に残すことができます。場のカードが割れたことで山の墓地効果でデモンロータスが蘇生されました。デモンロータスは場にユベルが残っていればエンド時に自己蘇生できるのですが、この時にはギガンティックの制約がかかっているため、ここで蘇生しておきます。最終盤面にデモンロータスが残り、加えて先ほどの展開では2体使用していたファントム・オブ・ユベルの消費を1体に抑えられました。これで7妨害。ただこれだとフィールドが狭くて、破壊総局でラギアが蘇生できないため、場を開けることのできるファントム&ロータスから妨害効果を使っていきましょう。最後、5つ目は将来神プラスデモンロータスの展開です。1枚書道プラス1枚書道による最強の展開ですが、基本的にはデモンロータスによる展開が中心になるのと、エクストラがカツカツなのも相まって、展開がさらに大きく伸びるということはありません。将来神を召喚した後、サーチ先は必ずもう1体の将来神にしておきます。将来神の追加召喚効果で召喚するのはデモンロータス。
簡単に言えばデモンロータス展開に開門の蘇生効果込みで2体分の将来神が絡んでくる形となります。ファントム・オブ・ユベルの融合召喚にはユベルと将来神を使用。場のカードが割れた際、山の蘇生効果で手札の将来神を SS します。相手ターンにリトルナイトをリンク召喚するためのリンク先を確保するため、デモンロータスの蘇生は後です。ギガンティックはリンク先に出さないようにし、リンク先には開門でデモンロータスを蘇生します。デモンロータスであれば妨害効果を使う際、自身をリリースする必要があるためです。最終盤面は竜王プラス妖精プラスパニックに加えて、ファントム、スプリンド、デモンロータス、ラギア。これで計8妨害、すべての妨害が並びました。第3章構築の紹介。優先順位の高いカードから紹介していきます。サクリファイスデモンロータスとそれを含めたデッキのほとんどのモンスターに触れるナイトメアスローンは当然3枚。141も召喚権を使わずにデモンロータスを供給できるので必須。暗黒の将来神と七星の開門はデモンロータス初動には劣りますが、前回の紹介でもあった通り、見かぶった場合召喚権で喧嘩するどころか最大まで展開が伸びますし、初動がデモンロータスだけでは誘発受けも悪く心もとないので、爪がいいと思います。混沌の召喚神を指しておくと開門が1枚初動になるほか、スワーマーと合わせて悪魔族のデュラハンを供給できて偉いです。スワーマーは第1章でもお話しした通り、初動2種が苦手とする無限ベーラーを打たれた場合でも、それをケアしつつ最低限の盤面を作れたり、将来神初動の際にビーバーを素引きした場合でも、リンク素材やエクシーズ素材を補填してくれます。デモンロータス展開ではどのみち触ることになるので2枚に留めています。新ギミックとして悪魔族の展開をサポートしてくれる破壊を起用。メインエクストラともに2枠食いますが、破壊神を山からサーチする破壊神シャバラは能動的に SS できるためノイズになりにくく、墓地に行くことで破壊総局をセットできます。破壊総局は破壊神ラギアを蘇生するためのカード。相手ターン展開に使用したラギアを蘇生することで、アルバスの烙印のように、自身と相手モンスターで闇属性リンクをリンク召喚できます。これだけで1妨害になりますし、リトルナイトをリンク召喚すればさらに追加で2妨害。シャバラを展開に絡めるだけで計3妨害になるのです。ユベル第2形態は他ユベルモンスター同様単体では機能しないですが、手札からでもファントム・オブ・ユベルの素材になったり、ナイトメアスローンからの展開の際、リンク値が伸びて何かと便利です。さて肝心のゴーストリックパーツ。今更の話ですが、ゴーストリックにおける最強ムーブとは何でしょうか。それは竜王を立てつつ、リフォームで任意のフィールドを引っ張ってくる、もしくは妖精で対象を取らない複数妨害をしつつ、ゴーストリックエクシーズやショット、パニックを使い回す動きでしょう。これが目を背けることができない現実です。そしてギガンティックから有用なメインゴーストリックすべてに触れる以上、展開型であれば特にメインデッキの枠を割く意味がありません。そのためリフォーム型であればショットを除くリフォームとゴーストリックフィールド、パニック型であればパニックと妖精、採用しても猫娘人型までです。エクストラ枠についてはほぼ固定だと思います。どうしても枠を開けるのであれば竜王セットやおすすめはしませんが破壊、アクセスあたりでしょうか。ファントム・オブ・ユベルはナイトメアスローンに触れていない限り使い回しが効かないため2枚欲しいところです。いつも黒ずきんの目次を開いてくれてありがとう。相変わらず動画投稿は滞っていますが、モチベーション自体はそこそこあって、ここ最近はもっぱら眠れるやに浮気していました。デザインが窓マギチックでちょっと狂気じみた感じが好みなのと、
何より僕のプレイスタイルに合ってるんですよね。毎日 CS というそこそこ猛者が集まっていると思われる MD で毎日開かれている大会で47人中ベスト4に入れたことが最近のトピックです。準構築だとややパワー不足なので試行錯誤しつつ、あれこれ10パターンぐらいの構築を試しています。今後ゴーストリックと並行して黒ずきんの目次で取り扱うテーマになるかもしれないので、眠れる扱いの方はお楽しみに。いつか準構築を組めるその日まで一緒にいよう。